今息子は3歳9ヶ月になりました。発達支援センターにも通いながら少しずつ成長しているところです。でも少し前までは不安ばかりの毎日でした。特に忘れられないのが1歳半検診です。当時の息子はまだ歩くことができませんでした。発語もなくあうといった難語があるくらい寝返りができるようになったのも生後8ヶ月くらいと遅めでした。その頃から少しゆっくりかもしれないという感覚はありました。そして迎えた1歳半検診、かなり厳しい時間でした。細かい内容はもう全部は覚えていないのですが、指差し、言葉への反応、積み木、歩行、呼びかけへの反応、そういった項目をほとんどクリアできなかったんです。周りの子供たちが普通にできている中で息子はできない。そのため大学病院で検査を受けることになりました。病院では先生が膝をトントンと叩いたり股関節の動きを見たりしてくれました。ただその時点では特に異常は分かりませんでした。血液検査も受けました。採血では息子は大泣き、何人かの看護師さんに体を押さえてもらいながらの採血でした。そばにいてあげたかったですが、親がそばにいるとなんで助けてくれないのと親への信頼感が揺らぐとのことで、あえて待合の廊下で待機していました。小さい体で泣き叫ぶ声を聞きながら親としてもかなり辛かったです。そして正直当時の自分は本当にここまで検査する必要があるんだろうか、そんな気持ちもありました。実は当時もう一つ気にしていたことがありました。それは自分の抱っこの仕方です。抱っこ紐の使い方や抱っこの姿勢が悪くて関節や神経に何か悪影響を与えてしまったんじゃないか、そんなことまで考えていました。しかし特に異常は見つからず、次に提案されたのが脳の MRI 検査でした。次回は実際に MRI 検査を受けることになった時のことやその時に感じたことについて話してみようと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。